はい、こんにちは。今日はですね、日光東照宮をご案内いたします。これは、日本の方々というより、外国の方への動画といったところでしょうかね。日光東照宮は、東京の北方向にある栃木県日光市に位置します。東京からは、使用する交通機関で変わりますけれど、2、3時間といったところでしょうか。日光の駅からはですね、バスが運行しています。フリーパスを購入すると便利なようです。まず五重塔です。表門です。左右に仁王像が安置されています。三猿の彫刻がある神厩舎です。陽明門です。眠り猫。奥宮徳川家康の墓所です。御本社本殿ですね。日光東照宮の参道です。表参道からスタートすると正面に石鳥居が見えます。鳥居をくぐるとですね、左手に五重塔があります。で、その正面に見えるのが表門です。左右に仁王像が安置されているので仁王門とも言われています。ここからですね、有料拝観になります。大人1人1300円になってます。カメラ持って撮影してたら注意されてしまいました。言うな。境内をね歩いて、左にすぐ曲がるとですね、三猿で有名な神厩舎があります。なので、当然こういった機会ですから、このお話の流れっていうのを覚えてみてください。一番左側から始まってます。まず親子の彫刻ですね。子供すごく小さいので、親猿が木の上に立って子供の将来を遠くに見守ってあげています。親という漢字は木の上に立っていると言いますので、その感じを表した彫刻なんですね。で、親は見守るだけじゃなくて、子供の彫刻見てもらうと、ものすごい親のこと見てるんですね。子供と親見て育ちますから、見るだけじゃなくて、見られてるんだよっていうのもすごくやっぱり大切な意識なのかなと思います。はい。では次2番目有名な三猿。子供が小さい時に世の中の悪いことを見たり聞いたり言わないように、これもね、私たち大人が、子供にね、情報を選んで教えてあげましょうという、これもしつけ、子育てに関する教えを表したものです。もうちょっと大きくなって3番目の猿、横向いて1匹に座っているんですが、独立、独り立ちの準備をしている様子。人間に言うと思春期なんて言葉ありますね。ちょっと1番目の親に背中向けてるんで、若干反抗期のようにも見えるかもしれませんが、はい。しっかり一人で夢を考えて、手を伸ばして夢をつかもうとしている姿なんです。で、準備が終わると猿大人になるので、4番目から彫刻が一段高く上に上がっているわけですね。これで猿が大人になったよというのを表しておりまして、4番目の猿は上を向いてます。これ向上心、目標は高く上を向いているんですが、やっぱり人生っていいことばかりじゃないので、5番目の猿すごい下向いて落ち込んでます。はい。仲間の猿がね、ちゃんと励ましてくれてるんですね。だからこう困ったことがあった時に助け合える友達で作ったお金というの友情の大切さを表した彫刻がまず正面のお花で、今5つ見たんですけど、なんとなく落ち込んで終わってしまうのもちょっと切ない終わりになってしまうので、ちゃんと挫折乗り越えるんですね。で、続きのお話が建物の横にありまして、ちょうどあそこ建物角で折れ曲がってますね。これが人生の曲がり角ということで、挫折乗り越えて曲がり角曲がります。で、もしるんですけど、はい、自分が得意なことで人生の荒波、いろんな苦労や困難を夫婦で協力して乗り越えていきます。最後8番目、お腹大きくなっているのが妊娠して子供を授かった猿ですね。子供生まれると今度自分が親になるので命が受け継がれていくということで、
ためになったお話を聞いたところでね、陽明門を目指します。この陽明門は日本を代表する最も美しい門で、宮中正門の名をいただいたと伝えられております。いつまで見ていても飽きないところから日暮の門とも呼ばれており、古事逸話、それから聖人、賢人などの500以上の彫刻が施されているということです。陽明門をくぐります。さすがにね、素晴らしいですね。この黄金色といいますかね、これはやっぱり見ておくべきところですね。いや本当鮮やかというかきらびやかというかですね、もう金箔がふんだんに使われておりまして、これはやっぱり美しいです。この狛犬はね、大正時代に追加されたものらしいですね。これはね、国宝ではないらしいです。眠り猫のある東街道から奥宮を目指します。眠り猫は東街道に備え付けられた奥宮へと続くくぐり門に配された彫刻で、伝説的な彫刻職人左甚五郎の作品と言われております。ちょっと可愛らしいちっちゃな猫の彫刻ですね。猫はですね、目は閉じているんですけれど戦闘態勢になっているということらしいです。くぐり門を越え、奥宮へ続く207段の階段を上ります。奥宮御宝塔ですね。徳川家康公の墓所ということになります。亡くなってね、400年経った今でもこうして人々が訪れるっていうのはやっぱりすごいですね。奥社拝殿です。手を合わせておきましょう。
本殿をですね、横からというか、上の方から眺めるっていうのも、これなかなかいいもんですね。振り返ると、眠り猫にゃー。御本社へ続く唐門です。これも荘厳ですね。唐門をくぐりますが、上の方にはね、迫力がある下り流がありました。帰りにですね、神厩舎の扉が開いていたので、中覗いてみたんですけども、神目って言われる白馬がいました。古来ね、日本では、猿は馬の病を治したり世話をするということで、言われていたということなので、猿の彫刻が上に施されているということなんでしょうね。しかし可愛かったですね。これで参詣が終わったのでお礼を言って帰ります。礼。日光東照宮は東照大権現である徳川家康を祀っている神社です。彼は1603年江戸幕府と言われる武家政権を樹立し、日本の基礎を築いたと言っても過言ではないでしょう。家康は75歳で駿府城で亡くなって、久能山東照宮に葬られたんですけども、1年後に現在地に移ったということです。東照宮の最も素晴らしいところっていうのは、その豪華絢爛な、建築物ということですね。特にね、陽明門は一日中眺めていても飽きが来ない日暮らし門と言われてますからね。ナポリを見て死ねというイタリアのことわざがありますが、同じように日本では日光を見るまで結構と言うなということわざがあります。ちなみに日本語では日光と結構が韻を踏んでいますが、英語はワンダフルとなってます。あえて英訳するなら Don't say 結構 until you've seen 日光で良いのかもしれません。最初にね申し上げましたけれど、日本人の方の多くがですね日光を訪れておりますので、どちらかといえば今回は外国の方向けって感じですかね。でも、三猿の説明結構ためになったんじゃないでしょうかね。じゃあ今回はこれにてさようなら、バイバイ。